茜ちゃん、さっきのアイデアすっごく良かったよ。本当？ありがとう。でもあのアイデアが出せたのはみのりちゃんのおかげだよ。私だけだったら童話モチーフのお化け屋敷にするっていうアイデアは出てこなかったと思うから。モアモアジャンプの活動のおかげで企画力が鍛えられてるのかもね。そうかな。だったら嬉しいな。最初はバンドの練習の邪魔にならなければ出し物は何でもいいって思ってたけど、せっかく2人が企画考えてくれたんだし、少し気合い入れて頑張ろうかな。やったー。それじゃあ明日の話し合いも頑張ろうね。みんなのおかげであんちゃんみたいに怖がりな人でも楽しんでもらえるお化け屋敷にできるかも。当日は4人で思いっきり楽しめるといいな。みんなお化け屋敷の内容が決まったからすごくやる気出てるけど、全員バラバラなこと言ってるから学級委員長が大変そうだね。確かにいろいろやることがある分まとめるのも大変だろうね。なんかこの状況どこかで。そういえばコナミも合唱祭の時クラスの意見がまとまらなくて大変だったって言ってたな。まあうちはコナミのところみたいに意見が真っ二つになってるってわけじゃないけど。ねえ委員長、まずは必要なことを全部洗い出してそれから担当を決めていったらいいんじゃない？その方が意見も早くまとまりそうだしね。みんなも一斉にあれこれ言うと委員長が困るから一人ずつ言ってあげたら。別に大したことしてないよ。しほちゃんかっこいい。空気がピシッとしたね。そう？こういう時はっきり言うのって難しいからさすがしほちゃんだなって思ったよ。普段は言い方きつすぎって言われることの方が多いけど、まあそれならよかった。いっぱいやります。今日中に役割分担ができてよかったね。でもしほちゃんが迷路チームでみのりちゃんが衣装チーム、私が宣伝チームだからみんな別れちゃったね。3人ともそこそこ向いてるとこに収まった感じはするけどね。そうだね。担当は違うけどそれぞれチームで頑張ろう。というわけで衣装制作を始めましょう。
ソンイ。あ、そうだ、お客さんにどう思ってほしいのかっていうところから考えてみるといいかも。例えば子供にいっぱい来てほしいなら可愛くしてリボンをつけたり、本格的に怖がってほしいなら血のりをつけたりって感じ。お客さんのことを考えてからイメージしてみると良くなると思うんだ。いろんな人の受け売りだけど、確かに全員違う狼にしたら面白そうだね。あ、じゃあゾンビ狼とか。私ちょっとイメージ描いてみるね。迷路チームは木の絵を描いたベニヤ板で迷路の壁を作っていけばいいんだよね。1人3つね。わかった。それじゃあやっていこう。絵筆で葉っぱを1枚ずつ描いてと。ベニヤ板に絵を描くの案外楽しいな。でもなんか立体感が足りない。緑一色だとのっぺりするし。そっか、陰影をつければいけるかも。ここに影をつけていって、いい感じ。あ、じゃあ窓の方に立てかけて。私のだけ妙にリアルで浮いてる。もう少しリアルさは抑えた方が良かった？ありがとう。でもこれちょっと浮いてない？わかった。塗りながら教えるよ。みんな楽しそうだな。みのりちゃんとしほちゃんも頑張ってるし、私も宣伝用のチラシ作り頑張らないと。あ、私最近イベントでフライヤーを作ってるから、もしかしたら何か役に立てるかも。イベントの雰囲気に合う写真を撮って、あとはパソコンで加工してるよ。森。そういえば前にキャンプに行ったんだけど、その時撮った写真が使えるかも。確かスマホにもデータがあった。この夜の森とかどうかな。えへへへ、ありがとう。じゃあこれを使おっか。でも他にも写真を使ったりフォントを変えたりして何パターンか作ってもいいかもね。これくらい大したことじゃないよ。でもみんなの役に立てて嬉しいな。
そうかな。それは、やっぱりみんながいてくれたからだろうな。